私たちの日常に最も身近にありながら、同時に最も予測が難しい謎に満ちた世界、気象学の深淵なる世界へ皆さんをご案内しましょう。明日、傘を持っていくべきか、それとも洗濯物を干しても大丈夫か。私たちが何気なくスマートフォンでチェックしている天気予報の裏側には、実は宇宙規模の物理法則と、人類が到達した最高峰の計算科学が複雑に組み合わさった壮大なドラマが隠れているのです。まず、私たちが理解しなければならないのは、大気という名の巨大な流体の正体についてです。空は単なる透明な空間ではありません。そこは温度、圧力、湿度、そして地球の回転という複雑な変数が激しく絡み合う、いわば物理な戦場のような場所なのです。ここで決定な鍵となるのが、熱力学という自然界の根本な原理です。太陽から降り注ぐエネルギーは、地球上の場所によって均等ではありません。赤道付近は太陽の光を真っ向から受け、激しく熱せられますが、極地方は光が斜めに届くため、冷たいままになります。この絶望なまでの温度差こそが、大気を絶えず動かし続ける巨大なエンジンの燃料となるわけです。想像してみてください。赤道で熱せられた空気は、熱によって密度が低くなり、軽くなって空高くへと舞い上がります。これが上昇気流の始まりです。この時、空気は上昇しながら周囲の圧力低下に伴い、徐々に温度を下げていきます。ここで気象学において極めて重要な断熱原率という概念が登場します。水蒸気を含まない乾燥した空気の場合、1km 上昇するごとに約 9.8 度という速度で温度が下がっていきます。しかし、もし空気の中にたっぷりと水蒸気が含まれていた場合、物語は一変します。水蒸気が冷やされて凝結し、小さな水滴となって雲になる際、鮮熱という目に見えない熱エネルギーが周囲に放出されるため、温度の下がり方は非常に緩やかになります。このわずかな温度の差が、空高くへと突き上げる強力な上昇気流を維持させ、巨大な積乱雲を作り出し、やがて激しい雷雨や嵐をもたらす恐ろしい原動力となるのです。しかし、空気はただ単純に上下に動くだけではありません。地球という惑星が、想像を絶する猛烈なスピードで自転しているため、そこにはコリオリ力という不思議な力が働きます。これは回転する座標系で発生する見かけ上の力であり、北半球では、北に向かってまっすぐ進もうとする風が、右側へと曲げられる現象を引き起こします。この力があるおかげで、低気圧の周りでは風が反時計回りに渦を巻き、高気圧の周りでは時計回りに吹き出すという、あの特徴な気圧配置が生まれるのです。もし地球が回転していなければ、風は単に高気圧から低気圧へ向かって直線に流れるだけでしたが、コリオリ力が大気にダイナミックな回転と複雑な構造を与え、地球上の天気を多様で予測困難なものにしているのです。こうした局所な空気の動きが集まり、やがて地球規模の巨大な流れ、つまり大気大循環が形成されます。その代表格がハドレー循環です。赤道で激しく上昇した空気は、上空の成層圏付近まで達すると、今度は南北へと分かれて移動し、緯度30度付近でゆっくりと下降して亜熱帯高圧帯を作り出します。ここから地上に向かって吹き出し、再び赤道へと戻っていく風が貿易風です。この壮大なサイクルは、地球全体の熱を効率よく運ぶ巨大なエアコンのような役割を果たしており、地球が極端に熱くなったり冷え切ったりするのを防いでいます。さらに、中緯度地域では偏西風という強力なジェット気流が、猛烈な速さで西から東へと流れています。このジェット気流が蛇行することで、ロスビー波と呼ばれる巨大な大気の波が発生します。この波が大きくうねると、ある場所では暖かい空気が北へと押し上げられ、別の場所では極限の冷たい空気が南へと流れ込みます。これが、私たちが経験する異常な猛暑や、数週間にわたって天気が停滞するブロッキング高気圧の正体であり、私たちの生活を脅かす気象災害の根源でもあるのです。さて、ここからが現代気象学の真骨頂である予報システムの話に移りましょう。
遠い昔の天気予報は、経験豊富な予報士が雲の形や風の向きを観察し、過去のパターンと照らし合わせて予測する、いわば熟練の職人技の世界でした。しかし現在は、数値天気予報という極めて科学なアプローチが主流となっています。これは、大気の動きを記述する複雑な変微分方程式を、スーパーコンピュータを用いて数値に解くという手法です。世界中に張り巡らされた気象衛星、空高く舞い上がるラジオゾンデ、地上の観測所、そして大海原に浮かぶ海洋部位から得られる膨大なリアルタイムデータを計算モデルに流し込みます。このプロセスをデータ同化と呼びます。しかし、ここで科学者たちは巨大な壁にぶつかります。それがカオス理論です。初期値にわずかな誤差があるだけで、時間の経過とともにその差が指数関数に増大し、結果が全く異なるものになる。例えば、ある地点の気温がわずか 0.1 度違うだけで、1週間後の予報は快晴から豪雨へと劇に変わってしまうことがあります。これをバタフライ効果と呼び、自然界の予測不可能性を象徴する概念として知られています。この絶望な不確実性を克服するために導入されたのが、アンサンブル予報という手法です。一つの完璧な正解を導き出そうとするのではなく、初期条件をわずかに変えた数十から数百パターンのシミュレーションを同時に走らせます。もし、100個のモデルのうち80個が雨を予測していれば、降水確率は 80% であると判断します。これにより、単なる正解か不正解かという二元論ではなく、確率なリスクとして天気を捉えることが可能になりました。そして今、気象学に革命を起こしているのが、ディープラーニング、つまり人工知能の導入です。従来の物理モデルは計算負荷が極めて高く、世界規模の予報を出すのに数時間から数日かかることもありました。しかし、最新の畳み込みニューラルネットワークを用いたモデル、例えばディープラーニング気象予測モデルなどは、過去の膨大な気象データを学習することで、物理方程式を一つ一つ解くことなく、パターンとして天気を予測します。驚くべきことに、単一の GPU でわずか数分という短時間で数週間先の予報を出すことが可能になり、一部の指標では欧州中期予報センターのような世界最高峰の物理モデルに匹敵する精度を見せ始めています。もちろん、人工知能は万能ではありません。物理な根拠に基づかない予測は、時として現実にはありえない気象パターンを提示することがあります。そこで現在注目されているのが、物理法則を制約として組み込んだ物理情報ニューラルネットワークです。これにより、計算速度という人工知能の圧倒な利点と、物理な整合性という伝統な気象学の信頼性を融合させた、ハイブリッドな予報システムが構築されつつあります。しかし、私たちが直面している最大の課題は、気候変動によるベースラインの変化です。地球温暖化により海面水温が上昇すると、台風やハリケーンに供給される水蒸気量が増え、最大風速や降水強度が増大します。また、北極圏の温暖化が加速することで、赤道との温度差が縮まり、ジェット気流の温度勾配が弱まって蛇行が激しくなります。その結果、かつてない猛暑や想定外の寒波が頻発するようになっています。これはもはや単なる天気予報の精度向上の問題ではなく、地球という巨大なシステムの均衡が崩れ始めているという深刻な警告でもあるのです。未来の気象学は単に明日の天気を当てることではなく、こうした地球規模の変動をいかに正確にシミュレーションし、人類がどう適応していくかという生存戦略の学問へと進化していくでしょう。観測網のさらなる緻密化、量子コンピュータによる計算能力の飛躍向上、そして人工知能による超高解像度な極地予報、これらが組み合わさることで、私たちはいつか、1分1秒の狂いもなく、地球上のあらゆる場所の天気を完全に把握できる日が来るのかもしれません。しかし、それでも自然の脅威を前にしたとき、私たちは謙虚である必要があります。物理法則に従いながらも、常に意外性をはらむ大気のダイナミズム、それこそが、気象学という学問をこれほどまでに刺激で、
情熱なものにしている理由なのです。次に空を見上げたとき、そこにある雲の一辺が赤道からの長い旅を経てコリオリ力に導かれ、鮮熱を放出して形作られた物理学の結晶であることに思いを馳せてみてください。世界の見え方が少しだけ変わるはずです。ここで私たちが日常に耳にする天気予報の裏側にあるより具体な物理現象について深く掘り下げてみましょう。例えば雨や雪が降るメカニズム、つまり雲の形成過程についてです。空に浮かぶ白い雲は単なる水蒸気の集まりではありません。そこには凝結核と呼ばれる目に見えないほど小さな塵や塩の粒子が不可欠です。水蒸気が冷やされて飽和状態になっても捕まる場所がなければ水滴にはなりにくい性質があります。この凝結核に水蒸気が付着し、微小な雲粒へと成長します。しかしこの小さな粒がそのまま雨として降り注ぐにはあまりにも軽すぎます。ここで重要になるのが氷晶過程という現象です。上空の冷たい層では水滴が凍って氷の粒になります。この氷の粒の周囲では水蒸気がより効率に付着し急速に成長します。氷の粒が重くなり落下し始めると途中で他の水滴を吸収したり衝突して合体したりして最終に私たちが目にする雨粒や切片となります。この鮮熱の放出、つまり水蒸気が液体や固体に変わる際に放出されるエネルギーが上昇気流をさらに加速させ、積乱雲のような巨大な雲を成長させるエンジンとなります。これが激しい雷雨や竜巻といった極地な猛威の源泉なのです。また気象学において決して無視できないのが海洋と大気の密接な相互作用です。地球の表面の7割を占める海は巨大な熱の貯蔵庫です。水は空気よりも比熱が大きいため、ゆっくりと温まり、ゆっくりと冷えます。この海の熱が大気の循環をコントロールしています。その最たる例が太平洋赤道域で起こるエルニーニョ現象とラニーニャ現象です。通常、貿易風によって暖かい海水は西側のインドネシア方面へ運ばれますが、この風が弱まると、暖かい海水が東側の南米側へたまります。これがエルニーニョです。この海面水温の変化は、単に海の話にとどまりません。大気の対流パターンを根本から変え、遠く離れた北米に大雨をもたらし、オーストラリアに干ばつを引き起こすという、地球規模のテレコネクション、つまり遠隔相関を生み出します。歴史を振り返れば、こうした気象の変動が人類の文明を左右してきたことは数えきれません。例えば、17世紀の小氷期、太陽活動の低下や大規模な火山噴火による日射量の減少が、ヨーロッパに極端な寒冷化をもたらしました。作物は枯れ、飢饉が広がり、社会不安から戦争や革命が誘発されたと言われています。自然現象が政治や経済、そして文化にまで影響を及ぼす。気象学は単なる理科の教科書の中の話ではなく、人類の生存史そのものなのです。現代の観測技術に目を向けると、私たちはもはや地上からの視点だけにとらわれていません。正式小衛星ひまわりなどの宇宙からの観測は、地球を一つの生き物のように俯瞰することを可能にしました。赤外線センサーによって雲頂き高度を測定し、水蒸気分布を可視化することで、台風の発生の兆候を数日前に捉えることができます。さらに、最近ではドローンを用いた超低層大気の観測や、数千個の小型センサーを散布する観測手法も研究されています。これにより、都市部のビル風や山間部の複雑な地形による極地な気象変化など、いわゆるマイクロスケールの気象現象を解明しようとする試みが進んでいます。ここで、予報の精度を左右するもう一つの重要な要素、数値モデルの解像度について触れておきましょう。地球全体を格子状に区切り、その一つ一つの箱の中で物理方程式を計算するのが数値予報です。格子の幅が 100km であれば、その中の小さな山や湖の影響は無視せざるを得ません。しかし、格子の幅を 10km、1km と細かくすればするほど、
地形の影響を正確に計算でき、ゲリラ豪雨のような極地な予測精度が向上します。問題は計算量です。解像度を2倍にすると、計算量は単純に2倍ではなく、3次元な空間と時間軸が加わるため、指数関数に増大します。ここで再び、スーパーコンピュータの性能限界という壁に突き当たります。ピュータの性能が飛躍に向上し、人工知能による近似計算が不可欠になる様子は、まるで暗闇の中に灯を灯すような感覚だ。高速に演算を重ねる回路の鼓動は、遠く離れた星々の脈動と同調し、私たちの手元に届く情報は次第に鮮明さを増していく。その背後には、膨大なデータが渦巻く海のように広がり、アルゴリズムという帆を張った船が波間を切り裂く光景が浮かぶ。視野をさらに広げて惑星気象学という未知の領域へ足を踏み入れると、地球以外の天体が織りなす壮大なドラマが目の前に広がる。木星の巨大な赤い点、大赤村は、何十億年もの歳月をかけて育まれた高圧性の渦であり、その規模は地球数個分にも匹敵するほどだ。赤い渦がゆっくりと回転するようは、古代の巨人が息を潜めているかのように威厳を放ち、観測者の心に畏敬の念を刻む。土星の北極に現れる六角形の雲のパターンは、自然が描く幾何学な芸術作品だ。自転速度や大気組成、太陽からの距離という異なる条件下で、流体力学が示す挙動はまさに宇宙規模の実験場となり、我々はその結果を通じて地球の気象メカニズムを再考せざるを得ない。惑星の進化を理解することは、結局のところ自らが住む青い星の未来を読むことと同義なのだ。日常生活の中で当たり前のように受け取っている気象予報、それは単なる数字の羅列ではなく、情報の伝達という芸術でもある。スーパーコンピュータが完璧な予測を導き出したとしても、言葉が曖昧であれば避難行動は遅れ、命が危険にさらされる。降水確率という語りの定義を正しく理解できているだろうか。警報レベルが示す意味は何か。これらは心理学や行動科学と融合した気象コミュニケーションの課題であり、人々の行動変容を促す鍵となる。科学の枠を超えて社会実装へと踏み込む瞬間、私たちは言葉の選び方一つで災害の犠牲者をゼロにできる可能性を抱えるのだ。未来の気象制御、空想科学の領域に思えるこの議論も、理論検討が静かに進んでいる。雲種まきを用いた人工降雨はすでに一部の国で実践され、雨粒が空中に散布される様子はまるで星屑が降り注ぐ夜空のようだ。さらに大規模に台風の進路を曲げたり、強度を弱めたりできるかという問いは、特定の海域を冷却したり大気中の粒子を操作したりすることで実現可能性が探られている。しかし、そこには深刻な倫理ジレンマが潜む。ある地域の災害を防いだ結果、別の場所で予期せぬ豪雨が発生するかもしれない。地球という複雑に絡み合ったシステムの一部を操作すれば、全体にどのような連鎖反応が起こるのか、自然をコントロールしようとする傲慢さと、純粋な探求心の狭間で慎重な議論が必要だ。気象学とは、見えない空気の流れという無形の力に、数学と物理学という光を当てて可視化しようとする試みだ。春の柔らかな風が頬をなで、冬の凛とした寒さが肌を刺す。すべては熱力学の法則に従うエネルギーの移動に過ぎない。しかし、その単純な法則が積み重なることで、予測不能なドラマが生まれ、地球という惑星はダイナミックに彩られる。私たちは今、気候変動という未曾有の転換点に立ち、過去の統計データが通用しない時代、経験則が通用しない時代に突入したのだ。だからこそ、原理原則に基づく物理理解と、膨大なデータを処理する計算能力の融合が不可欠になる。気象学は、単に傘を持つかどうかを決める道具ではなく、地球という宇宙船の航海図を描く学問へと昇華したと言えるだろう。空を見上げれば、そこには常に答えが書かれている。雲の形、風の向き、光の屈折、それらすべてが地球からのメッセージだ。私たちはその言語を解読し、自然と共生するための知恵を絞り続けなければならない。大気が存在する限り、そこには新しい謎と
それを解き明かそうとする情熱が共存し続ける。気象学の旅に終わりはない。学ぶことで得られる最大の視点は相互接続性だ。アマゾンの森林破壊が遠く離れた日本の梅雨に影響を与え、北極の氷が溶けることで中緯度の猛暑が招かれる。空気という目に見えない糸で結ばれた地球上のすべての場所が相互に作用し合っている。この認識は環境問題への意識を高めるだけでなく、私たち人間が地球という大きなシステムの一部であるという謙虚な自覚を促す。厳格な物理法則の中で、気象という自由奔放な芸術が繰り広げられる。その矛盾こそが気象学の最大の魅力だ。もし予報外の雨が降ったとしても、それを単なる予報のミスとして片付けず、大気がどのような気まぐれを起こし、どの物理法則が優先されたのかを想像してみてほしい。その瞬間、目の前の景色は単なる天気から壮大な物理学の実験場へと変わるはずだ。ここで、気象学の歴史を振り返り、私たちがどのようにしてこの複雑な大気の仕組みを解き明かしてきたかをたどってみよう。かつて人類にとって天気は神々の気まぐれであり、祈りや儀式で制御しようとした対象だった。ルネサンス期を経て科学革命が起こると、自然現象を数式で記述しようとする試みが始まった。ガリレイが温度計の原型を作り、パスカルが気圧の概念を発見したことで、目に見えない空気が重量を持ち、圧力という力で押し合っていることが明らかになった。18世紀から19世紀にかけての熱力学の発展は重要な転換点となった。空気の温度が上がれば密度が低くなり、上昇気流が発生するという単純な原理が、雲を作りを降らせる基本サイクルを物理に説明できるようにした。山を越えた空気が乾燥して高温になるフェーン現象は、上昇時に水蒸気が凝結し鮮熱を放出、下降時に圧縮されて温度が上がるという熱力学プロセスの結果だ。このように個別の現象を物理法則で説明できるようになり、気象学は観察記録から予測可能な科学へと進化した。しかし、個別の現象が分かっても、地球全体の天気の流れを把握するのは至難の業だった。そこで登場したのが大気大循環という概念だ。地球は球体であり自転しているため、太陽から受ける熱量は緯度によって異なる。赤道付近で過剰に熱せられた空気は北極や南極へ向かおうとするが、コリオリの力が働くため流れは曲げられ、亜熱帯高圧帯や偏西風といった巨大な空気のベルトが形成される。この大気大循環の理解は現代の気象予報の骨格となっている。例えば日本に影響を与える偏西風の蛇行が激しくなると、北極圏の冷たい空気が南下し記録な寒波をもたらす。また赤道付近で発生する熱帯低気圧がこの循環に乗って北上し、台風となって上陸する。私たちの日常の天気は、地球という巨大な熱機関が温度差を解消しようとしてエネルギーを輸送する過程で生じる局所な揺らぎに過ぎない。大気中の水蒸気の役割を掘り下げてみよう。水蒸気は気象学において最も重要なエネルギー運搬体だ。水が液体から気体へ変化すると大量の熱を奪い、鮮熱として蓄える。そして雲の中で再び水滴に戻る際、その熱を大気中に放出する。この鮮熱こそが台風を巨大化させる燃料となる。暖かい海面から供給された水蒸気が上空で凝結し熱を放出すると、上昇気流がさらに強まり気圧が低下し、周囲から風を呼び込む正のフィードバックが働く。このダイナミズムが熱帯低気圧の正体であり、自然界で最も強力な気象現象の一つだ。現代の気象学に不可欠なのがカオス理論だ。1960年代、エドワード・ローレンツが計算機で気象モデルをシミュレーションした際、初期値に極小の誤差を加えるだけで時間とともに予測結果が劇に変化することを発見した。これが有名なバタフライ効果だ。ブラジルで一匹の蝶が羽ばたいたことがテキサスで竜巻を引き起こすかもしれない。これは比喩ではなく、非線形方程式が支配する大気というシステムの本質を突くものだ。この発見は完璧な長期予報が理論に不可能であることを示唆したが、絶望は不要だ。そこで編み出されたのがアンサンブル予報だ。一つの完璧な予測を出すのではなく、初期値をわずかに変えた複数のシミュレーションを同時に走らせ、
その結果の分布を見る方法だ。10個のモデルのうち8個が雨を予測すれば降水確率は 80% と判断し、不確実性を確率として可視化することで、より現実なリスク管理が可能になる。視点を地表付近に下げれば、境界層気象学という分野が見えてくる。地上から数百メートルまでの大気は地面との摩擦や熱交換の影響を強く受ける。都市部ではアスファルトが熱を蓄えるヒートアイランド現象が起こり、極地な上昇気流を生んで都市型豪雨を誘発する。森林と草原では地表の粗さが異なるため、風速や水蒸気の蒸散量が変わり、ミクロな地表の性質がマクロな気象現象に影響を与える。この相互作用は高解像度予報において極めて重要な要素だ。気象観測の歴史進化も忘れてはならない。かつては地上に設置された観測所による点での観測しかできなかったが、20世紀後半からは人工衛星による面での観測が可能になった。赤外線センサーで雲頂気温度を測り、マイクロ波放射計で大気中の水蒸気量を推定することで、観測地点のない海洋上や極地の状況をリアルタイムで把握できるようになった。さらに観測気球やドローン、航空機に搭載されたセンサーが大気の垂直構造を立体に描き出し、3次元なデータが蓄積されている。海洋との密接な関係も深く理解すべきだ。地球の気象を語る上で海は単なる水の塊ではなく、巨大な熱の貯蔵庫である。海流は赤道付近の熱を極地方へと運び、地球全体の温度を調節する。エルニーニョ現象やラニーニャ現象は、太平洋赤道域の海面水温が変動することで大気循環のパターンが変わり、世界各地で異常気象を引き起こす。海と大気は絶えずエネルギーと物質を交換し合うカップルのような関係にあり、どちらか一方だけを見ても真の気象予測は不可能だ。こうした科学知見を踏まえて、私たちは気象学を生活にどう生かすべきかを考えるべきだ。単に予報に従うだけでなく、気象学思考法を身につけることが重要だ。例えば空に積乱雲が湧き上がり始めたとき、それが単なる雲ではなく激しい上昇気流と鮮熱放出の結果であると理解すれば、自然と警戒心が高まる。風向きが変わったとき、それが気圧配置の変化によるものと想像できれば、数時間後の天気の変化を予感できるだろう。こうした洞察は、日常の選択や安全対策に直接結びつく。気象学は、目に見えない空気という無形の力を、数学と物理学という光で照らし出す試みだ。春の柔らかな風が頬をなで、冬の凛とした寒さが肌を刺す。すべては熱力学の法則に従うエネルギーの移動に過ぎない。しかし、その単純な法則が積み重なることで、予測不能なドラマが生まれ、地球という惑星はダイナミックに彩られる。私たちは今、気候変動という未曾有の転換点に立ち、過去の統計データが通用しない時代、経験則が通用しない時代に突入したのだ。だからこそ、原理原則に基づく物理理解と、膨大なデータを処理する計算能力の融合が不可欠になる。気象学は、単に傘を持つかどうかを決める道具ではなく、地球という宇宙船の高解図を描く学問へと昇華したと言えるだろう。空を見上げれば、そこには常に答えが書かれている。雲の形、風の向き、光の屈折、それらすべてが地球からのメッセージだ。私たちはその言語を解読し、自然と共生するための知恵を絞り続けなければならない。大気が存在する限り、そこには新しい謎と、それを解き明かそうとする情熱が共存し続ける。気象学の旅に終わりはない。最後に、気象学を学ぶことで得られる最大の視点は相互接続性の認識だ。アマゾンの森林破壊が遠く離れた日本の梅雨に影響を与え、北極の氷が溶けることで中緯度の猛暑が招かれる。空気という目に見えない糸で結ばれた地球上のすべての場所が相互に作用し合っている。この認識は環境問題への意識を高めるだけでなく、私たち人間が地球という大きなシステムの一部であるという謙虚な自覚を促す。厳格な物理法則の中で、気象という自由奔放な芸術が繰り広げられる。その矛盾こそが気象学の最大の魅力だ。もし予報外の雨が降ったとしても、それを単なる予報のミスとして片付けず、
大気がどのような気まぐれを起こし、どの物理法則が優先されたのかを想像してみてほしい。その瞬間、目の前の景色は単なる天気から壮大な物理学の実験場へと変わるはずだ。科学というものは、世界から親密を奪い去るものではありません。むしろ、世界に全く新しい、そしてもっと深い驚きを与えてくれるものです。気象学という、特別なレンズを通してこの世界を見つめてみてください。そうすれば、私たちが毎日見ている普通の風景は、物理法則という名前の壮大なオーケストラによる演奏に変わります。例えば、ある朝、静かな庭に降りた朝露を見つめてみてください。ただの雫に見えるかもしれませんが、そこには凝結核という小さな粒の働きが隠されています。空気中の小さなゴミや粒子が水の分子を引き寄せ、雫へと形作る、その瞬間のドラマを想像してみてください。また、夕暮れ時、空が燃えるように赤く染まる夕焼けを見つめる。それは、光の散乱という物理現象が私たちの目に映っているだけのことです。けれど、その質問を持ち、理由を探そうとする知的な好奇心こそが、私たちをより深く、自然という大きな流れと結びつけてくれるのです。これから先、気象学はさらなる進化を遂げるでしょう。量子コンピュータという、今までとは比べ物にならない計算の力を持つ機械が導入されれば、現在のスーパーコンピュータでは絶対に不可能だった超高解像のシミュレーションが実現するかもしれません。雲の一つ一つ、風の一吹きまでを完璧に描き出すことができるかもしれません。あるいは大気中の微細な粒子をナノレベルという極めて小さな単位で制御し、干ばつに悩む地域にピンポイントで雨を降らせるというまるで魔法のような技術が確立されるかもしれません。しかし、どのようなすごい技術を手にしたとしても、私たちは自然に対する敬意を忘れてはなりません。大気という巨大なシステムは、人間が完全に制御できるほど単純なものではないからです。自然は、私たちの想像をはるかに超える、深くて複雑な命の流れを持っています。私たちは、予測できないことを予測する術を学び、深くて深く、深くあやふやな不確実性とともに開口する方法を模索し続ける必要があります。気象学が私たちに今日得てくれるのは、ただの正解を出す方法だけではありません。それはいつまでも問い続ける姿勢です。なぜ、この雲はこのような不思議な形をしているのか。なぜ、今この瞬間、この風が吹いているのか。その小さな問いの積み重ねこそが人類の生存権を広げ、地球という惑星の真の姿を明らかにしていく唯一の道なのです。大気は常に流動的です。一瞬たりとも同じ状態にとどまることはありません。その絶え間ない流れこそが生命に不可欠な物質の循環を生み出し、私たちが知る多様な生態系を育んできました。気象学を学ぶということは、この地球という巨大な生命維持装置の仕組みを学ぶことであり、それは同時に私たちがこの世界でどう生きるべきかを考える哲学的な問いに突き当たることでもあります。今、空を見上げてください。そこには、今この瞬間も数えきれないほどの物理方程式が解かされ、目に見えないエネルギーの本流が激しく駆け巡っています。私たちは、その巨大な流れの中をただただ漂っている小さな存在に過ぎません。しかし、同時に私たちはその法則を理解し、言葉で記述し、未来を予測することができる奇ある存在でもあります。気象学という知的な冒険は、これからも私たちを未知の領域へと導き、自然との調和という究極の目標へと近づけてくれることでしょう。最後に、気象学がもたらす視点の転換について、もう一度強調したいと思います。それは、時間軸と空間軸の圧倒な拡大です。たった数時間後の天気を考えることから、数十年後の気候変動を予測することへ、自分が住む街の天気を考えることから、地球全体のエネルギーバランスを考えることへ、この視点の拡大こそが、
現代社会が直面している環境危機を乗り越えるための一番の鍵となります物理法則という世界共通の普遍的な言語を用いて地球の声を聞くこと、それこそが気象学という学問が私たちに授けてくれる最高のギフトなのです。大気のダンスはこれからも続きます。時に激しく、時に穏やかに、地球を包み込む空気の層は絶えず形を変えながら新しい物語を紡ぎ出します。その物語の読解者として、あるいは一緒に踊る共演者として、私たちはこれからも空を見上げ、風を感じ、科学の光で未来を照らし続けていくはずです。気象学の旅は空の果てまで、そして時間の彼方まで永遠に続いていくのです。